こんにちは、庄司です。今日は寝る前にベッドやお布団でできる簡単なヨガをご紹介します。フェイスタオルと枕を用意して、ぜひやってみてください。それではあぐらの姿勢を作りましょう。かかとは体の中心一直線になるようにセット。次の吸う息で両手天井方向に持ち上げましょう。呼吸を繰り返しながら体を優しくゆすって体側を伸ばしていきます。次の吐く息で両手解放、左右を通って下ろしましょう。吸う息でもう一度両手天井方向へ呼吸続けながら優しく左右に揺れましょう。ウエストのあたりも心地よくストレッチ。吐く息で両手解放、床へと下ろして、ラスト1回吸って両手天井方向へ。二の腕は耳の横のあたりに来るようにセットして体を動かしましょう。吐く息で両手解放、左右を通って床へと下ろします。大きな一呼吸です。続いて左の足が上になるように深いあぐらを作りましょう。可能であれば膝は縦一直線になるようにセットをしますが、足に違和感を感じたら少し緩めに組んだり、あぐらにしたり、ご自身で工夫されてください。それではそのまま一度息を吐き切りましょう。次の吸う息で右の手天井方向へ、吐きながら体を左に倒しましょう。二の腕越しに天井を見て、そのままキープ、呼吸を続けます。体はまっすぐ真横に倒しましょう。体側が心地よく伸びたら、その伸ばしている右腕をゆっくりと回していきます。肩から大きく動かすようにして、肩周りも優しくほぐしていきましょう。3回ほど回し終わったら反対回しも行っていきましょう。後ろを通るときは胸元もしっかりと開きます。丁寧に回し終わったら元いた位置に戻ってきて一度息吐き切りましょう。吸う息で右の手天井方向へ。吐きながら斜めに下ろして左の足をタッチ。左手は後ろの方に移動させます。息を大きく吸って、吐きながらウエストをぐーっとツイストさせましょう。目線は左斜め後ろか、左の肩先を見ます。そのまま呼吸を繰り返しましょう。ひねっているウエストに深い呼吸を入れていきます。半螺旋のねじりのポーズ。次の吸う息で右の手天井方向へ、吐きながらゆっくりと床へと下ろします。両手体の横に戻しましょう。続いて左の手を息を大きく吸って天井方向へ、吐きながら頭の横につけます。息を大きく吸ったら、吐きながら首を左に倒しましょう。そのまま呼吸を続けます。首の横の筋を伸ばします。右肩力抜いて、続いて頭を左斜め前に倒しましょう。右手は斜め後ろに置いておきます。肩と首の境目をしっかりと伸ばします。続いて首左斜め後ろに倒しましょう。右の手は左足の甲をタッチしましょう。首から鎖骨につながるリンパのあたりを伸ばしましょう。
そのまま一度息吐き切ります。次の吸う息で左の手天井方向、吐きながらゆっくりと床へと下ろしましょう。両手は体の横、大きな一呼吸です。続いてフェイスタオルを使った牛面のポーズを行っていきます。肩こりに効果があります。右の手の近くにフェイスタオルを置いて、左の手床と平行、親指を下に回すようにして腕を内転させたら、肩甲骨と肩甲骨の間のあたりにつけましょう。右の手でフェイスタオルを持って天井方向に持ち上げたら、吐きながら肘を曲げます。両手でタオルをキャッチ。余裕があればタオルを掴んでいる手と手の距離をどんどん縮めていきましょう。右手の肘は天井方向に向かわせて、両方の腕が縦一直線でつながっているようなイメージを持ちましょう。前かがみにならないように気をつけて呼吸を繰り返します。肩甲骨をほぐしてくれる牛面のポーズ。ゆっくりと両手を解放しましょう。両手体の横、大きな一呼吸です。それでは両方の足を解放して、足に違和感感じる場合は軽く揺すったりして力みを取りましょう。それでは反対側を行っていきます。今度は右の足が上になるような深いあぐらの姿勢を作ります。もちろん浅く組んでもあぐらのようにしていただいても構いません。吸う息で左の手天井方向へ、吐きながら右に倒しましょう。目線は二の腕越しに天井を見ます。そのまま呼吸を繰り返して、左の骨盤のサイドから左の指先まで心地よい伸びを感じましょう。左の腕円を描くようにゆったりと動かしていきます。呼吸が止まらないように気をつけましょう。3回ほど回し終わったら反対回し行っていきます。やりづらい部分があれば、特にゆっくり丁寧に回してあげましょう。元の位置に戻ってきたら一度息を吐き切りましょう。吸う息で左の手天井方向へ、吐きながら斜めに下ろして右の足をタッチ。右の手は体の後ろに置きます。息を吸って、吐きながらウエストからツイスト。目線は右斜め後ろか右の肩先を見ましょう。呼吸を繰り返して、吸う息で軽く背筋が伸びて、吐く息でウエストのひねりがさらに深まるようなイメージ。内臓のデトックスを促してくれる半螺旋のねじりのポーズ、一度息吐き切りましょう。次の吸う息で左の手天井方向に持ち上げて、吐きながらゆっくりと床へと下ろします。両手体の横に戻したら大きな一呼吸です。続いて右の手天井方向、吐きながら頭の横につけたら首を右に倒しましょう。まずは首を真横に倒します。口元に力が入らないように気をつけましょう。歯と歯の間にスペースを空けてあげます。続いて首右斜め前に倒しましょう。左手は軽く後ろのあたりをタッチします。首と肩の境目をほぐして肩こりを緩和します。
それでは続いて頭、右斜め後ろに倒しましょう。左手は右の足の甲をタッチします。そのまま呼吸を繰り返して、日常生活で割と下を向くことが多いので、一日の終わりに首の前側をしっかり伸ばしてあげましょう。次の吸う息で右の手天井方向へ吐きながら床へと下ろしましょう。両手体の横で大きな一呼吸です。続いてフェイスタオルを取っていただいて、救命のポーズ、反対側を行っていきます。左手の近くにタオルを置いたら、右の手床と平行、親指が下を向くように腕を内転させたら、その腕を肩甲骨と肩甲骨の間に置きましょう。左の手、タオルを持って上に持ち上げて、吐きながら肘を曲げて、両手でタオルをキャッチしましょう。余裕がある方は手と手の幅縮めていきます。ちょうどいいポジションが決まったらそのまま呼吸を繰り返しましょう。お顔が下を向かないように気をつけて、目線はまっすぐ前に向けるか軽く目を閉じましょう。姿勢も改善してくれる牛面のポーズです。ゆっくりと両手を解放して体の横、大きな一呼吸です。それでは両手解放して足の力みが取れたら、足の裏と裏を合わせた合石のポーズを作りましょう。両手は足先のあたりに置いて、膝を上下に揺すって股関節の力みを取りましょう。股関節に違和感を感じる方は、足の裏と裏合わせている部分を体から少し離れた場所に置きましょう。吸う息で背筋を伸ばして顎を持ち上げます。吐きながら股関節から折り曲げるように上半身を倒しましょう。一番最後に頭の力を抜いたら、そのままキープ、呼吸を続けます。肘は外側に開いて、肩周りも縮こまらないように気をつけましょう。股関節の左右差をとってくれる合石前屈のポーズです。骨盤の周りも温まるので、冷え性の方や生理痛をお持ちの方にもおすすめのポーズです。それではそのまま一度息を吐き切りましょう。吸う息で背骨一本一本積み上げるように起き上がってきましょう。吐いて力を抜きます。それでは皆さんは前を向いたままで大丈夫です。私はわかりやすいように横を向きます。正座の姿勢を作りましょう。両手、背中の後ろで肘と肘をキャッチします。両肩を後ろに引くようにして胸を開きましょう。軽く顎を上げて目線斜め上を見たら、そのまま何回か呼吸を繰り返しましょう。体の前面を開いて明るい気持ちで呼吸を繰り返します。口も軽くポカーンと開いてしまって大丈夫ですので、とにかく力を抜いて呼吸を繰り返しましょう。ゆっくりとお顔真正面に戻して両手解放します。最後に枕を使ったチャイルドポーズを行っていきます。体の前に枕を置きます。私は今日は贅沢に枕を2枚重ねました。そのまま枕の上に上半身を預けて、チャイルドポーズでお休みしましょう。息苦しいようであればお顔は横に向けて、そのまま呼吸を繰り返します。両手はまっすぐ前に伸ばしてもいいですし、
枕を抱っこするように枕の下に手を入れていただいても構いません。リラックスできるポジションを探してそのままキープしましょう。呼吸を繰り返しながらご自身の体の力が抜けていることを確認しましょう。気になる方は途中で首の向き、左右入れ替えましょう。体が疲れている時や心配なことがある時におすすめの枕を使ったチャイルドポーズです。軽く体左右に揺すってもいいので、とにかく脱力します。ご自身のなるべく大きな呼吸を心がけて、広げている背中やお尻に呼吸を入れましょう。それでは今日はこのままレッスンを終わりたいと思います。今日もご参加いただきありがとうございました。ゆっくりお休みください。